6日、孟昭君が5羽の角にあらざれば、韓国の鶏の後、夜を明かして立つ。山中半ば過ぎてようやく下れば、眼皮削りなせり、神社の住処静かにして楽しみ、寒水掘り流す。知者の右に動けども豊かなり。かくて有利にいでて、田中の黒を通れば、左に見、右に見る。龍電びょうびょうたり。皆さんこんにちは。雲野圭介と申します。国文学研究資料館から参りました。私は日本の中世文学を研究しています。本日は日本の中世文学の中で紀行と言われるジャンル、その中でも特に街道記という作品についてお話ししたいと思います。日本の平安時代以降の貴族あるいは僧侶といった人たちは幼い頃から漢文の知識を学んでいたということが知られています。洋学書と言ったり支部の読書と言ったりするテキストがそれです。千字文、李教雑詠、蒙牛、そして和漢道英集、そうした作品が中国で生まれた文学のエッセンスを切り出しながら日本の知識人たちあるいは公家たち僧侶たちの知識の源となっていったということが最近明らかにされています。この街道記の作者もそのような支部の読書や洋学と言われた初歩的な漢文の知識、漢古字の知識、中国文学の知識を身につけた人物であったというふうに考えられます。この街道記という作品がを記している漢語の単語、あるいは漢古字、中国の古字ですね、そうしたものが日本人の中世の日本人の人々の中にどのような形であるのか、つまりこの街道記の作者は中国の古字や非常に難しいように感じる漢語をどのようにして習得しているのか、どのような知識基盤の中からこの文学が生まれてくるのか、そういうような視点でこの作品を考えることもできるかと思います。この作品を注釈しているこういった注釈書を見てみますと、その注釈の部分には非常に多くの和漢老英集からの影響が指摘されています。和漢老英集という作品は平安時代に藤原均等によって作られた和歌と漢詩句を一つの題のもとに合わせて綴った作品で、一つの題から和歌も漢詩も知ることができる非常に便利な本なわけですね。そしてそれには多くの読者がいたということが分かっています。平安時代以降和漢老英集に対する注釈コメンタリーというものが非常にたくさん表されています。そしてそれが平家物語や弥平記といった日本の軍記物語に非常に大きな影響を与えているということも今日では分かっています。街道記という作品は日本の都であった京都からずっと海沿いを下って新しい都である鎌倉に向かうその道中に見聞きしたものを記しつつその考えを綴るというスタイルをとっています。このルートは古くに伊勢物語で業平が東下りしていったというルートに重なります。ですので街道記はその道中の記録の中に伊勢物語の名所八つ橋ですとか富士山ですとかそういったものを記録しています。そうした名所旧跡を綴っていくということは一見観光ツアーのように見えますが、やはり全く知らない道、都とは異なるような土地が一体そこがどのような場所であるのか、そこはどんな意味を持っているのか、自分はそこにいることがどんな意味があるのかということを説明するために必要なテキストだったんだと考えられます。業平がかつて通ったところを自分が通る、その考えを綴りながら、そしてその綴ると同時にその綴り方はちょうどここを越えていくこの厳しさは中国のかつて誰それが通った厳しさと同じであるというような中国の故事を引きながら綴っていくわけですね。この街道記という作品に限らず日本の中世文学は王朝古典文学そして漢文学の豊富な知識の中からその素材を得てそして組み上げられているというそういうものが多いわけですね。いわばインターテクチャリティの海の中から生まれてくるそうしたものがこの中世の文学には多いわけです。この街道記という作品を読み進めていくと突き当たる難しさ、難解さ、
言葉の難解さや惹かれている個人の難解さ、そして分からなさ、そうしたものをパズルを解いていくように一つずつ明らかにしていく、そういうことが実際にこの「怪動記」という作品が一体何をしようとしているのか、これが何を表そうとしているのかということを解明するのと同時に、中世文学の文体というのはどのように出来上がっているのかということを理解していくための改訂ともなっていくのだろうと思います。